すごいよ。ちゃんとラベリングもされてて、若干溢れてますけど。中はまあまあ綺麗だけど、こっちにはザックがあるから。今回の週末ビフォーアフターは前回に引き続き子育てに奮闘中のママを助ける第3弾でございます。ということでざっくばらんなね書類の問題がございました。それ今回どうやって解決してきたかということで、こちらの模様からご覧ください。でもダイニングテーブルの脇は結構な収納がはい。あるんだね。はい。これ下って収納じゃね？全部収納です。はい、いい見て。大丈夫です。あ、結構入ってんだ。はい。でもあれだね。結構ちゃんとしてるんだね、ママ。はい。昔は。ちょっとそこらあたり、頑張ってみたんだ。前、はいそのアドバイザーさんには伺いつつ、い。は一回い。チャレンジしてみました。そうなのね。すごいよ。ちゃんとラベリングもされてて。若干溢れてますけど。中はまあまあ綺麗だけど、こっちにはザックがあるから。なるほどね。だからもう本当になんなら私がいろいろな家で言っちゃう、収納の中の方が綺麗なんですけどっていうねはい状態ですよね。で収納の前になんか物を置いちゃうシリーズ第2弾っていうことでねすごーい。なんかシステマチックにいろいろ入るんだね。ここいいじゃないですか。ダイニングテーブルの脇の収納としてはめちゃめちゃいろいろ入るし、このざっくばらんなものがなんならここに入ったらいいのに結構いっぱいだから隠しようもないっていう感じだね。はい、ということでね、ダイニングテーブルの脇に結構ね収納いっぱいあったんですよね。はい、じゃあ私はここでねどういう風な感想を持つかというとですね、理想的な話で言うと、今ダイニングテーブルの上にざっくばらんに置いてあるものが全部この中に入るのが理想かもしれないんですが、それは時間があったりきっちり収納ができる人には向いているかもしれないんですが、時間も余裕もないこのお母さん、このざっくばらんな人にはですね、この棚板収納にしっかりと、仕分けして物を入れるっていうのはなかなか難しい、ハードルが高いだろうなということで、私はこの現段階では難しいと判断しましたので、この収納にこのざっくりばらんなものたちを入れる判断はしておりません。はい、ところで皆さんね、そもそもですね、このざっくばらんなものがね溢れてしまうこの原因としてはですね、動作ポイントが集中する場所は非常に物が溜まりやすいんだよということを覚えておいていただきたいのが、ちょっとこちら間取り見てください。はい、こちらダイニングテーブルではですね、この家の家族がご飯を食べたりとかで、お姉ちゃん帰って勉強したりとかで宿題やったりする場所としてこのダイニングテーブルは使われているんですね。そしてですね、すぐ隣の和室にはですね、ママとね下の赤ちゃんが寝てる場所があるわけですよ。でここ寝ることもしますし、赤ちゃんのお世話もしておむつ替えしたりとか着替えもしたりとか、そこで赤ちゃんがハイハイするっていう、ものすごく局地的にこの家のねお母さんと、赤ちゃんは暮らしてるわけです。私はこの動作ポイントが集中するような散らかりやすい場所にうってつけの収納はもうこの押し入れしかないと目をつけたわけですよね。はい、皆さん覚えてますか？第14話にも出てきた壁どかした押し入れを極収納にっていうねお話があるんですが、ここもそうなんですけど、稼働率の弱いものがね押し入れを埋めちゃってるお家非常にいっぱいあります。赤ちゃんを抱えてるお母さんのこの押し入れもですね、
年に1回しか出さないひな人形が入ってたりとか、来客用の布団が入ってたりとか、まあとにかく壁と化していたわけですよね。今までここに入ってたものどうするのっていう問題があるわけですよ。本当これだけは皆さんにねちょっとね考え方を変えてほしいのはですね、まず押し入れには普段使わないようなものね、年に一度使うようなものを入れる場所という思い込みを捨ててください。この押し入れがものすごく動作ポイントのない僻地にあるような場所だったらいいんですよ。だけどここねめちゃめちゃいる場所じゃないですか。だったらここに入ってしまっている稼働率の弱いものは動作ポイントが少ない場所に移動すればいいんですよ。はい、第35話でもお伝えしたように埋める収納、埋める片付けありましたよね。はい、じゃあ埋める片付けどこに埋めればいいのってなった時に、この家にはぴったりの埋める場所があったんで、そちらの模様をご覧ください。ということで2階に行きましょう。というふうに思ったところで、またここにもまたでっかい扉がありますけど、これは何でしょうか。階段下収納で。階段下収納、もう未来に行く扉かと思ったらまたここにもなんかもう置物が置いてあってね、はい、なんか行ったらまずい扉ですか。いや大丈夫です。そんなことない。はい、重たいですそれ。何入ってるこれ。洗剤。洗剤。はい。おお。すごい。ものすごい。ホラー穴の中で一番長いホラー穴みたいに見えるよね。はい。長すぎてちょっとなんかね使い勝手がちょっとよくわかんなくて。でもさ、なんかさ、どっかで見たホラー穴と違ってさ、なんかまっすぐ歩けるっていうか、なんかまだね、まっすぐ歩いていけるね、奥行きがあるから、はい、ここもね、ちょっと仕組みが足りない感じがな。はい。ということでありましたね、またホラー穴が。もうほんといろんな家のホラー穴ね、探すのとっても楽しいですね。はい、皆さんもね、自分の家のホラー穴ちょっとね、あるかどうかね、ちょっと調べてみてください。ということですね。はい、まあ年に1回出すような、人形系のものはですね、このホラー穴の奥に入れさせていただいてですね、はい、この和室にあった方がいいもの以外のものはね、全部、寄せましたので、はい、押し入れの中が結構空きました。そこで、はい、今までざっくばらんな書類たちがダイニングテーブルの周りにあったものたちがこの押し入れの中に移動します。はい、お母さん言ってました。家庭訪問が来るたんびに扉を閉めて隠してたって言ってたんで、しっかり隠してきましたので、そちらの模様をご覧ください。古片式まずは寄せるということからやったので、はい、見てください。和室が綺麗ですよね。もう赤ちゃんのお世話セット以外のものが出ておりません。なぜならママの布団がここに入ったからですね。はい。でもなんか、ひな人形とか、そういったものがこの場所からなくなったことでですね、はい、ここにあった書類が全部ここに入ってます。隠しましたよ、奥さん。見えません。はいね、なんなら捨てられない書類いっぱいあったんでね、はい、いちいちこれ整理して時間かかっちゃってこの景色は生まれませんので、はい、はい、とりあえずこちらに寄せてあります。はい、今日からこちらでゆっくりご飯食べます。はい、はい、ということでもうね、扉閉めればね、何にもなくなった和室になりました。私も最初はね、ダイニングテーブルの脇の収納にね全部入れればいいかなって思ってたんですけれども、やっぱりね、今の子育て中のママにはですね、この押し入れのね大容量でね、あんまり細かく分類しなくてもね、ざっくばらんに入れられてね、格好は悪いかもしれないんですけど、閉めればねお部屋きれいになるのでね、はい、子育ての奮闘中のママにこれくらいの収納の方が安心感があるかなと思ってやってまいりました。はい、ざっくばらんの押し入れ、皆さんも試してみてください。今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。
回はですね、これまで明かされなかった2階の全貌が明らかになります。わっ、何これ。それ